はい。はい。じゃあ、後編、開始したいと思います。そうですね。次のトピックとしては、GPT-5 と、あと、近しい性能を持っているもので、クロードがっうん。ていう、はい、LLM があるんですけど、それで、その2つでちょっと、そうですね、比較をしていきたいと思います。で、なんか、早速なんですけど、お二人ともなんかトピックあります？これ聞きたいよみたいな。最近気になってることで、こういうのとかでもいいですし、初デートに関してとか、初デートっておかしいけど、直近のあった出来事とか相談できると思うんですけど、はい。いただけたら、GPT-5 とクロードで比較していきたいと思います。うーん、どうですか。ムサシさん、なんかないですか？うん。気になってることは。そうですね。じゃあ、ディスコードの、なんか、上手な使い方がはい。知りたいです。じゃあちょっとまずは GPT-5 から、うん。はい、見ていければと思います。うん。あ、結構早い。そうですよ。めちゃくちゃあ、早いですね。ち確かに、ょっと早いの結構早いって言いますよね。うん。赤ちゃんちょっと見づらいんで、ちょっとどっうん。か行っていただいて。はいはいはい。消えない。赤ちゃん消したのになんか消えないですね。ちょっと一回リフレッシュして、赤ちゃん消えないですね。はい。ちょっと後で見ときます。が、そうですね。サーバーを作成する、ボイスとテキストチャンネルを活用する、カスうん。タマイズ、ロールの設定ですね。権限の設定とかもあはいはいるし、は画面共有とかビデオ通話とか、ボット入い。うれまん。しょうみたいな話があるみたいですね。音で、楽を流す。へえ。なんか音楽を流しっぱなしにしてるみたいなのありますよね。うん。チャットルーム、ボイスチャットルームみたいのをはいは使って音楽をひたすら流してなんか黙々部屋みたいなの作ってるい。あサーバーがありあ、ました、前。なるほど。はい。はいはい。なんかリンク今おかしくなかったですかね。これ、リンク、これはな、なんかだいぶ、そうですね。壊れてる。壊れてるやつですね。はい。じゃあちょっとうん。次、はい。クロードの方で見ていうん。きたいと思います。うん。クロードさん、一旦ソネット4で、はい、見ていこうと思います。うん。結構文字が うん。GPT-5 と比べて多いかなと思います。先生終わったかな。うん。うん。うん。終わったか。こうん。ちらもそんなに遅くはないとは思うんですけど、基本的な使い方のコツ、サーバーの整理、よく使うサーバーを上の方に入れたりとか、カうん。テゴリー別ですかね。フうん。ォルダ機能じゃなくて、これ多分、あれですよね。タグ機能だったっけな。なんか、ちょっと多分フォルダ機能って名前じゃなかったと思うんですけど、そうですね。通知のオンオフの話とか、チャンネルを使い分けるとかの話。メンション機能を絵文字とリアクション、ボット活用、あとショートカットとかもありますよみたいな話ですね。うーん。でも、あれですね。こうしてみると GTP5 めっちゃ短いなって思いますね。クラウドに比べると回答すごい端的に出してくれる うん。GTP5 の方が。多分ハルシネーションを8感じます。割減らしたみたいのは、多分そのうー生成する量ん。を減らしてなんかうまく調整してそれでハルシネーションを減らしたっていう可能性もありますよね。うん。うーん。精度が純粋に高まったところもあると思うんですけど、で最近で言うとやっぱり4から5に完全移行みたいなのを一回した段階で、なんかやっぱり5の方が GPT-5 がやっぱりそっけないみたいな話があったので、うん。うまくちょっとまとまりすぎて
なんかあんまり寄り添ってない感があったのかもしれないですね。はい、うん。なるほどね。そうすごく簡潔には出してくれて、まあ、精度も比較的高いとは思うんですけど、うん。はい、簡潔すぎちゃっなんか、たって形なのかな。私は結構動画の生成とか画像生成でプロンプトエンジニアリングとかやるんで、プロンプトを作ってないみたいなのとか、そういうのだと結構チャット GP5 はなんか、クオリティが高いプロンプト作ってくれるのかなっていう感じは普段しますね。なので、なんか、まあ、評判はそんなに話題性としては評判はめっちゃいいわけじゃないけど、実際じゃあ使ってるか使ってないですかっていうと、結構やっぱ JTB5 になって使う頻度が増えたんじゃないかなっていうのが肌感としてあるから、そういう意味では評判ほどは悪くないなって思うっていう感じ。ちゃんと使えるじゃんとは思ってるかもしれないですね。うん。チャット GP5。うん。まあ頭はいい、うん、感じはしますね。はいはい、ちなみにAI モデルのベンチマークみたいなのがあっておう。ですね、これが GPT-5 最近出たやつで うん。Grok4 で Gemini、うん。クロードみたいな感じで、うん。まあ、これ数学の問題と、あとリーズニングなんで、まあ、推論とかうん。の話なんですけど、数学でいうとやっぱ GPT-5 めっちゃ高いですね。グロックも高いですけど、で推論でいうとなんかまあそこら辺なんか大体トントンみたいな感じにはなってますね、これで見ると。うん。まあもちろんなんかベンチマークの指標によって結構うん。そこら辺の順位って違ったりするんですけど、推論こっちか、そうですね。マスリーズニングロングコンテクストドキュメントアナリシス、うん。まあコンテクスそうですトウィンドウのね。差だと思うんですけど、O3 カッコ GPT5 ってなってるから、まあ O3 の混じってるかもしれないけど、なんかそうそう、なんか GTP5 の使い心地はまあ O3 に似ていますよね。どっちかっていうと。そうですね。そう。データ混ぜてるのは何か中で動いてるのが近いのかな。そうですね、なんかそんな感じなのでちょっと、うーん。まあ、ただ使った感じだとやっぱり GPT-5 とクロードが一番賢くて、うん。でそうですね、あとはちょっと、まあ、トントンみたいな感じですかね。グロックとかはもう生成してくれるんですけど、生成が遅くてしかもハルシネーション結構多かったりするんうん。で、あんまりうん。ですね、そこら辺は。そうですよ。呼び出して使うんだったら、どれがいいんだみたいなところでは、結構 GTP5 は、さっきはコパイロットから呼び出してたりとか、なんか、まあ、カーソルとか、まあそういうプログラミングツールとかで呼び出して使うみたいなの。武蔵さんはエンジニアだから、そういうところとかも呼び出して使ったりとかすると思うんですけど、その呼び出して使うモデルとしての GPT-5 っていうのは、なんか結構良さげっていうことなんですか？魔改造人間さん的には。呼び出して使うっていうのはなんか、呼び出して使う言語モデルとしては GTB5 おすすめですかっていうのは。あ、そうですね。コードを書くっていう、コーディングの文脈でってことですかね。なのかな。うんうん。まあ、コーディングとかで。コーディングとかで言うと、やっぱりクロードコードとかが、まあ、コーディングで言うと、やっぱりクロードが一番シェアが高いんですけど、まあ、クロードコードとかありますし、で、クロードコード、そうですね、OpenAI もコーディングツール出してるんですけど、やっぱクロードコードの方がコーディングのいろいろオプションとかが多かったりするんで、そこはクロードがやっぱり一番強いかなっていう感じはしますけど、GPT-5 も結構
コードの生成の性能は良いかなと思います。武蔵さんは今何のコーディングエディター使ってるんですか？僕はエディターは普通に VS コードですね。で、コパイロットで作業してます。その時はモデルって何を選ぶかっていうのを選択できるんでしたっけ？モデルなんか、このモデルでやる、なんか、質問するときのモデルをプルダウンとかから選べたりとかするんですか？僕ちょっとちゃんと使いこなしたいんですけど、多分できんのかな。僕はただデフォルトで GitHub コパイロット使ってます。そういうときは GitHub コパイロットじゃ何を呼び出してるかっていうのは、クラウドコードだったらクラウドのソネットとかそういうのを呼び出してるってことですよね。GitHub VS コード使ってる人のやつは、あれなのかな、選択できたりするのかもしれないけど、まあ、そういう時に GTP5 を呼び出すと、ちょっとそういう使い方してる人は賢くなるよ、みたいな感じですね。みたいな、ちょっと上級編の話かな。一応グロック4も、はい、ディスコードの上手な使い方を知りたいみたいな感じでちょっと聞いてみたんですけど、もうこの回答の生成で48秒経ってるんで、まだ 1分とか経つかな。グロック長いね。1分弱ぐらいで、1分もかかるし、まあ結構長い。まあ時間かけたから長い。そうですね。ディスコードの始め方から基本機能の使い方の説明と、で上手な使い方のヒント出ましたね。ショートカットキー、検索機能、ボットの導入、アクティビティとイベント、プライバシー設定、DM フィルター。これはちょっとよくわかんないですけど、はい、その他のコツみたいなのが、ブックマーク作成ありましたっけ？あれですけど、ちょっと長いですね、やっぱり。クロードとかとクロードの方、GPT が5が一番少なくて、クロードが次に完結で、クロック4が一番長いですね。やっぱその分処理時間も長いっていうのは、そんな気がします。これがインターネットに検索してるかの差みたいなのがあったりするんですかね。あると思いますね。これなんかリンク的なのが出てそう。そうですよね。それをすると時間かかりそうな。だからファストとかにするのかな。なんかそうですね。比較したら。なんか上級者っていうボタンで、上級者って書いてある。それを押して一番上のファストとか。上級者じゃん。ファストはグロック3になっちゃうんで、武蔵さん、上級者。上級者やん。グロックそういうことへの接続をしないようにしないといけない。確かに、こういうなんかちょっとしたところになんか実は設定とかでいろいろ選択できたりとかするですね。なんかツイッターのツイートとかも検索に含めてますね。そう、グロックらしい。なるほど。グロックですね。やっぱ検索が多いだけあって、上手な使い方を知りたいって言った時に、なんか始め方とか使い方とかを最初から説明してると、なんかそこまでスマートじゃないなって気はしますけど、個人的な意見なのかな、それは。どっちにしろここがちゃんと入っていればいいっていう感じですかね、質問者としてからしたら。なるほどね。でもやっぱ余分なもの全部削ぎ落としてしっかり出してくれるなら GTP5 なんだなっていうのはすごい思いましたね。そういう差なんでしょうね。そうなんでしょうね。
へえ。えまあそうですね。なんか、まあ違いはありそうではありますね。なんか、これ、そうですね。こういう時はコパイロットで、こういう時はクロードみたいな、なんか分かりやすい指標とかが今後できていくんですかね。なんかいっぱいあって、迷っちゃうので、うん。そういうのがだんだん分かってくると使いやすいかもしれないですね。まあなんかそうですね、分かりやすいなんか使い分けみたいのがうん。情報としてまとまっていると使いやすいってことですよね。そうですね。わかりました。はい。そんな感じですかね。じゃあ、総括すはい。ると、GTP5 は使いやすい、使いにくい、使える。使いやすいと思います、だいぶ。うーはん。まあ確かに簡潔だった気がします。い。うん。簡潔だし、早いなーって早くて正思ったかもです確ね。だし、そうですね。無駄があんまりない気がしますね。はい。そういう点ではすごく評価できると思います。うん。API 接続の際にコストも確かにクロードグロックよりも安いんですよね。うん。っていう話ですよね、きっと。だから、そうやって使う人にもいいよって感じだから、うん。むしろ上級者の人にもう一度 GTP5 を見直してほしいみたいな感じも。まあもう使ってるかもしれないけど、みんな。うん。GTP5 を選ぶと安く API 使えるよみたいなのもありそうですね。はい。じゃあ、はい。今回はこんな感じで良さそうですかね。どうでし、武蔵さんゲスト1回目だったけど、どうでしたか？楽しかった楽しかったかな？はい、勉強になりました。ありがとうございます。よかった。まあ、アバター初めて私も初回だから使ったんですけど、いや、その武蔵さんのアバター羨ましいな。それが良かったな。変な豚みたいなやつじゃない方が良かったなって思いました。はい。まあ、なんかアバターは本当に好きなやつを使えばいいと思います。はい。全然何でもこだわりとかないと思うんで。はかわいいな、その武蔵さんのアバター。いいな。はい。い。はい。じゃあ、ちょっと、感じはい。で、こんな感じで、はい。そうですね。じゃあ、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録いいね。あとディスコードやってるんで、ディスコードお願いします。はい。お願いします。お願いしわー。ます。じゃあね。